た本当に結婚する気あるわけ？喧嘩？あるけど。けどって何よけどって。もうマジでマリッジブルーなんですけど。ちょっと春子ちゃん、他のお客さんもいるんだからごめんなさいね。別れ話か。もう別れるしかないんじゃない？だから結婚する気はあるけど。あのさ、結婚って一生に一度のことなんだよ。分かってる？分かってるけど。けどまあ結婚が一生に一度とは限らないんだけどね。そこは今いいでしょ。そこは今いいでしょ。いや、もちろん一生の一度のつもりです。永遠の愛を誓うよ。あら素敵。だったらいいじゃん。お金はあるんでしょ。結婚式に食べてるって言ってたよね。できるだけ私のやりたいようにさせてくれるって言ってたよね。嘘だったわけ？嘘だとしたら永遠の愛なんて言葉も信じられないんですけど。そうよね。永遠の愛なんて言っても死別とかもねあるわけだし。そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて。いや、もちろんできる限り希望には沿いたいと思ってますよ。だけどだけど何よ。だけど何よ。だけど何よ。だけど500万円の壺はさすがに必要ないかなと。壺？壺？いや必要でしょ。結婚するならちゃんと形に残るものをって言ってくれたよね。言ったけど。じゃあ買ってよ、婚約壺。婚約壺？婚約壺？いや、そういうのは普通指輪とかでしょ。もちろん指輪ももらうの。あ、指輪ももらうんだ。あ、指輪ももらうんだ。でも壺か。何度言ったら分かってもらえるのかな。まずね、あの壺は祝福されてるの。浄化と繁栄の力を持ってるの。1000年以上続く伝承があって、持つ人の運命を好転させる力があるの。これやばい話じゃない？これやばい話じゃない？そう、やばい話なの。その壺を売ってくれる方がグランドマザーって呼ばれてて、グランドマザーは母なる神としてこれまで多くの人の運命を救ってきていて、その証拠もあってね、そのグランドマザーのもとにはあの壺で人生が変わった人たちからの手紙が山ほど届いてるの。結婚生活が円満になった人、病気が治った人、仕事で成功した人、みんなその壺のおかげなの。ねえ、やばいでしょ？やばい。やばいし、急にいっぱい喋るからより怪しい。怪しくなんかないよ。幸せな結婚には選ばれた人だけが手にできると言われているあの壺が必要不可欠なの。選ばれた人っていうか、金で買えるものだしな。でもさ、それだとおかしくない？500万円持ってる人じゃないと幸せになれないってことでしょ？そうだよ。お金がない人は永遠に幸せになんかなれないんだよ。世の中見てたらわかるでしょ？だからお金持ってるあんたと結婚するんじゃない。お金がなかったらあんたみたいな冴えないおじさんと結婚するわけないでしょ？ひどいな。ひどいな。何がひどいの？買ってよ。私と結婚したいんでしょ？あの壺さえ買ってくれたら結婚するって言ってるんだよ。何か私間違ったこと言ってますか？間違ってない。恋愛観は人それぞれだし、間違いなんてないと思う。そうでしょ？でもね、言わなくていいことも言ってるかもね。なんでよ。私は幸せになりたいだけなの。ノルマがあるの。やばい女だな。お会計。ごめんなさいね、うるさかったわよね。今日のお題はいいわ。でも。いいの、また寄ってね。すいません、ごちそうさまです。ありがとうございました。緊張した。いや、春子ちゃん迫真の演技すぎ。演技？ごめんねママ、騙すような真似して。どういうこと？実はさ、私今帰ったお客さんに付きまとわれてるっぽくって。ストーカー？まあそこまでの被害はないんだけど、明夫さんに相談したら一芝居打ってやばい女だって思わせようってことになって。私が台本を書きました。やだ、そういうこと？急にどうしたのかと思っちゃったわよ。どこからが台本なの？
二人は結婚しないってこと？するわけないじゃん。断言されるのはあれだけど、やっぱりね、絶対おかしいと思った。絶対ってことはないでしょうよ。もうさ、後半なんてすごい覚醒しちゃってもうほぼアドリブでしたね。芝居だからって言って結構傷ついたところあるからね。まあ今回のところは大成功ってことでおごってください。俺がおんのかよ。じゃあ私もごちそうになっちゃおう。なんでだよ。あー、台本覚えるの大変だった。全然セリフ覚えてないじゃないの。グレートマザーのとこグランドマザーって言ってたよ。本当ですか？それだとただのおばあちゃんじゃん。確かに。おばあちゃんのどう春子さんっていうのか。壺が家に置いてあったら喜ぶかな。